二重スリット実験とは、誰も月を見ていないとき、その月は本当に存在しているのでしょうか。こんばんは。趣味でレベル5の応援をしています、ダコタです。ヒーローズショーケースの PV で出たアルノ博士のセリフ。君は二重スリット実験というものを聞いたことがあるかね。この世界よりもさらに高次元の世界があるという証拠だ。今回はこの言葉について深掘りしてみる動画です。二重スリット実験とは、稲妻イレブンというフィクション内の造語じゃないんですね。量子物理学という学問において実在している実験で、恐ろしい実験とか最も美しい実験とかいう評価のある現実世界においても有名な実験です。そこで今回はこの実験がなぜ高次元の世界があるという証拠足り得るのか調べて可能性があるかなというところをまとめました。本日のお品書きはこちら。物理科学がわからなくても大丈夫な動画なのでご安心ください。ややこしいところを省略したり簡単にしているので、逆に専門の方がいれば突っ込まないでもらえると助かります。はじめに、今回は内容が複雑なのでいろいろ前提を合わせておかないといけません。まず今からパラレルワールドの話などが出ますが、一旦稲黒のパラレルワールドのことは置いておいてください。そして高次元人について、我々は4次元という次元に存在しているので、いわば4次元人ですが、例えば5次元という次元があるのであれば、そこに5次元人がいるかもしれません。逆に5次元人がいるのであれば、それは5次元という次元が存在していることになります。次元があることとそこに存在がいることはセットで解釈してみてください。そしてフェイたちの時代には科学力が発達し、二重スリット実験が高次元の世界がある証拠となっているのかもしれませんが、2025年現在の二重スリット実験は仮説として高次元があるかもにたどり着くことはできますが、証拠とは言い切れない段階です。また二重スリット実験は長い時を経ていろいろな発想を生んでいて、仮説として高次元があるかもにたどり着く考え方のルートが2つあります。仮説1は二重スリット実験を根拠にしたこの世は仮想世界説。仮説2は二重スリット実験を根拠にしたこの世界はパラレルワールド説。この世が仮想世界であれば高次元人はいるし、この世界がパラレルワールドであれば高次元はあるということになるんですね。仮説1はこの世界が仮想世界なのは高次元人いるからかもということなんですが、電話線がくるくるに絡まっちゃうのは妖怪の仕業とすれば納得とか、忘れ物しちゃうのは妖精さんの仕業かもとかと若干似た飛躍を感じる部分があるかもしれません。しかし妖怪や妖精と違って二重スリット実験によって実際にこの世はこの世界は存在しないかもという結果を元にしているところが注目ポイントです。仮説2は量子力学的に考えるとパラレルワールドというものはそもそも5次元に当たります。パラレルワールドがあるということは我々4次元より上の5次元目が存在するということなので、やはり高次元はあるだろうというものです。2つ目については二重スリット事件をたどっていくとパラレルワールドがある説につながるという部分が現段階では肝っぽいんですが、稲黒はすでにパラレルワールドが登場しちゃってるので、あんまり実はパラレルワールドあるかもという部分を力説してもなーという感じもするんですが、結構楽しいところなので一旦稲黒のことは忘れて聞いてもらえればと思います。では二重スリット実験について見ていく前に、先にこの仮想世界とパラレルワールドについてちょっと考えておきましょう。仮想世界とは、仮想世界というのはここではゲームの中の世界、作られた世界というような意味です。つまり何者かによって作られたということがさらに上位の存在を示唆するため、この世界が仮想世界であるという可能性が集まれば集まるほど、すなわち上位存在がいるという理論。二重スリット実験の結果ではこの世界はないかもという発想が生まれます。この世界がないというのは実際には存在しないということで、じゃあ目の前に広がっているこの世界は何なんだというと、仮想の世界であるというところに着地します。そして逆に高次元があると証明できるのであれば、ここは解の
仮想世界であるという可能性も出てくるということですね。私たちが今いるのは4次元ですが、4次元が存在し私たちという存在がある以上、例えば一つ上の5次元が存在すれば、そこには何かしらの存在がいるかもというのは自然な発想ですよね。パラレルワールド。まずこの世界は全て原子とか電子とか中性子とか超ちっちゃい粒々でできているというのを学校で習うと思いますが、量子力学というミクロの世界の目に見えないちっちゃい世界の研究分野には、超弦論、超ひも論というこの世の全てを説明できるかもと名高い、この世は全て紐でできているという有名な超絶理論がありますなんとあるんです。この理論によると、次元は計算上は11次元まであるそうです。ちなみに1次元が唯一の1点、点が層となり線、平面となったのが2次元、2次元に奥行きの軸が加わり立体となったのが3次元、4次元目の軸だろうと考えられているのが時間です。我々が存在しているのは時間を変化させることができる4次元の世界ということですね。4次元に存在する私たちは上位の次元について考えが及びませんが、5次元目は時間軸が無限に存在するというのが有力だそうで、これを多世界解釈と言います。パラレルワールドがあるとする考え方ですね。パラレルワールドというのはなんかファンタジーの似たようで異なるもう一つの平行世界的な設定という認識かなと思うんですが、量子力学的には時間を軸とした5つ目の次元であると考えるんですね。つまりパラレルワールドがあるとし、タイムジャンプなどをしている稲妻イレブンではすでに5次元目の高次元の存在が暗に肯定されていることになるかと思います。4次元より上の次元の存在が肯定されている以上、4次元の私たちが2次元や3次元の下の次元のエンタメを楽しんでいるのと同じように、ここは我々のテクノロジーでは認知できないような高次元の存在が作った仮想世界であるかもしれないので、高次元の存在がいても不思議ではないですよねってことですね。ちょっと飛躍的な感じもするので、これらを前提に二重スリット実験との関連を見ていきましょう。二重スリット実験。最初に言った通り、この世はちっちゃい粒々でできているとかいう目に見えないミクロの世界まで判明しているので、この世界のことは学問的にきっちり判明していそうですが、そうではありません。誤解を恐れずに言うと、例えば光は粒なのか波なのか、実は今の科学でもわからないんです。遡ること350年くらい昔、科学者たちは光は粒なのか波なのかで盛り上がっていました研究が盛んでした。そのうちにかの有名なアインシュタインが生まれ、光は粒であり波でもあると発表します。小さい粒々が集まって波のようになっている説ですね。その後技術も進歩してきた頃、それって光だけじゃなくて原子とか陽子とか中性子とかの素粒子とかちっちゃい粒々とかもそうなのではということで登場するのが二重スリット実験です。ここに2本のスリット、隙間が空いた板がありますよね。実験名の由来はこの道具です。あと必要なものは粒々を打ち出す機械とその粒々をキャッチするスクリーンですね。機械で粒々を大量に飛ばした時、粒々の2本線が現れれば粒、縦縞の干渉線が現れれば波という実験です。このように実験すると縦縞が現れるのは波の特有の性質なんだそうです。水とかでやってみると実際縦縞になるみたいですね。結果的には粒々の縦縞っていう両取りみたいな結果が現れ、この世のミクロの粒子は粒でもあり波でもあるということになりました。そして時は流れ、さらに技術力が高まるとスクリーンに映し出された結果だけではなく、スクリーンに到達するまでに粒々がぶつかったりして波々ってなっちゃってるだけで、やっぱり波じゃなくて粒なのでは説とか、そもそもちっちゃい粒々はどうやって移動しているのか知らなくないみたいなことになって、最新技術で観測してみることになりました。機械で粒々を大量に飛ばします。すると急にスクリーンの縦縞が消えて、粒子たちは粒の性質だけを示す結果になってしまいました。動きを確認しようとしただけで急に性質が変わるなんてありえないので、まるで粒が人間に見られていると気づいたようだと
スピリチュアル的な捉え方をする人も多かったようです。確認しようがしまいが物質はそこにあり、性質は決まっているというのが覆されたということで、ちょっとゾクゾクしたり不思議で怖いという感想が出てくるみたいですね。この不思議はなんと未だに未解決のままで、ゲーム画面に映った範囲だけ世界を動かして、映らない部分は動いてないのと同じだという、まるで私たちの知るゲームと同じっぽいと調べれば調べるほど、私たちがゲームとして遊んでいる世界と同じような挙動だとか、実在が確定できないならこの世界は存在しないのかもということで、仮想世界的な発想も量子物理学的に存在するそうです。実験の結果としては、不思議なことに観測しようとすると性質が変わっちゃうので、私たちの科学力では観測できないということです。観測できないということは存在が証明できない、つまりこの世界はないかもしれない。これが長い間研究者たちや SF 好きに愛されている二重スリット実験です。この実験の概要について分かったところで、この実験をめぐって対立のような関係にある2つの考え方を紹介します。コペンハーゲン解釈と実存主義。ちっちゃい粒の移動中の観測ができなくてもどこかに粒はあるはずと考えるのが実存主義。確認できなくても世界はそこにあるはずだという現実味のある考え方ですね。この頃アインシュタインはまだ生きていて、こっちの実存主義派です。観測できないんだから確率があるだけで粒があるともないとも断定できないというのがコペンハーゲン解釈です。存在が確認できないんだから小さい粒々が集まってできているこの世界はないかもしれないしあるかもしれないという不思議な考え方です。シュレディンガーの猫。ところでシュレディンガーの猫もしくはシュレディンガーの箱とかそういう感じの言葉を聞いたことがある人も多いんじゃないですかね。1時間に 50% の確率で毒ガスが発生する装置と猫ちゃんを一緒に中の見えない箱に閉じ込めて1時間後に猫はどうなっているかという思考実験です。豆知識ですが、この実験を考えた科学者の名前がシュレディンガーというそうです。この言葉は響きもかっこいいので、蓋を開けてみないと結果はわからないという場合によく使われています。結果はわからないと言っても、死んでるか生きているかどっちかではあるが、どっちなのかわからないという意味で日常を使っていますよね。これは実存主義的な現実味のある考え方で、観測できないのでどっちなのかわからないが、死んでるか生きてるかのどちらかであるという考えです。一方、コペンハーゲン解釈では観測できないので確定しておらず、猫は死んでいる状態と生きている状態が半々の確率で同時に存在しているという考え方になります。ちっちゃい粒々にしても観測できないので存在が確定しておらず、確率がふわふわしているだけでいろんな場所に同時に存在しているみたいな感じです。実はシュレディンガーの猫という言葉は実存主義派のシュレディンガーが考えたコペンハーゲン解釈の考えはおかしいと広めるための例え話なんです。シュレディンガーはコペンハーゲン解釈が嫌いだったので、目に見えないちっちゃい粒々で考えてるから変な解釈をしてしまう。ちっちゃい粒々の毒ガスと目に見える猫ちゃんの両方を合わせた実験で考えてみればわかる。1時間後、箱の中では死んでる猫と生きてる猫が同時に存在しているってわけわかんないよね。ありえないよね。猫ちゃんで考えてみたらありえないってわかるでしょとコペンハーゲン解釈をボコボコにしようとしました。しかし、いや、蓋開けるまではわからないんだからありえないとは言い切れないよねと逆に反論され、立ち行かなくなっちゃったみたいなんですよね。でも逆に観測するまでわからないというコペンハーゲン解釈を簡単にイメージできるこの例えは秀逸ですごくわかりやすいですよね。そして物理学は観測した現象を説明する学問なので、正直よくわからんけど観測前のことはどうでもよくねというこのイケイケ理論はなんと現在も量子力学の主流なんだそうです。これはこの考え方で実際困ることっていうのが特になくて、かつ意外にも計算が簡単なので実用的にありがたいということも後押しして大人気となっています。多世界解釈、そして最後に
でも死んでいる状態と生きている状態が半々の確率で同時に存在しているってどういうことを解決するための発想に多世界解釈があります。世界は一つだけではなく複数の世界が同時に存在しているパラレルワールドだという考え方です。簡単に言うと if ルートで猫ちゃん生存ルートと猫ちゃん死亡ルートの2種類の世界が並行して同時に存在するんだよということです。この考え方であれば世界が分かれて同時に存在しているだけであって一匹の猫ちゃんが生きながらに死んでいるのではないということになり理解しやすくなりますよね。ゆういち兄さんも足を怪我した状態としていない状態が同時に存在しているのではなくあっちの世界のゆういち兄さんは怪我をしていないしこっちの世界のゆういち兄さんは怪我をしているということですね。しかしこれらは証明の方法がなくこうであれば辻褄が合うという仮説に過ぎないので他の研究者からの反論ももちろんたくさんあります。まとめ、つまり二重スリット実験から得られる高次元が存在する証拠とは仮説1、二重スリット実験の結果によってこの世は全て実在しているとは断定できず観測という人間の行為で世界が決まっているかもしれない。それはまるでゲームの中の仮想世界のようでだとするならばこの世界を作ったより高次元の存在がいるだろう。仮説2、二重スリット実験の結果からコペンハーゲン解釈によって一つの物体が同時に複数の場所に存在すると考えられる。世界は一つだけではなく複数の世界が並行して存在しているパラレルワールドの状態であり時間軸が無限に存在している。5次元目が存在するということは超非も理論的にもやっぱり高次元は存在するだろうということなのではないかと思います。あくまで今回紹介したのは諸説ありなのですがいろいろ出てきた単語や考え方は実在するものなのでよりしっかり考えてみたいという方はぜひ詳しく調べてみてください。どう考えても一つの粒が同時にこの両方のスリットを通ったとしか思えないという実験とかもあるそうです。ところで二重スリット実験が若干 SF というかこの世界はないかもみたいなスピリチュアルというかそういう感じにまとまってしまいましたが今はですね観測機がどうやってその観測しているかというと粒に光や音や何かしらを当てた反射で位置や動きエネルギーとかを割り出しているそうなのでこの世で一番ちっちゃい粒がそれらの影響を大きく受けてしまって粒の性質が変わっちゃってるのではという考えもあります。現在の技術ではもう一番ちっちゃい粒に何の影響も与えずに観測するっていうことができないので結果が変わっちゃうのかもねという現実的な研究者も多くいるんですね。ただしこれもありえるかもねというだけで影響を与えているかどうかの観測もできません。科学の発展によってフェイたちの時代には一番小さい粒々の動きも観測できるようになっているのかもしれません。観測できるようになったとしてもこの世界の存在が証明できず仮想世界説に落ち着いているか観測できるようになった結果より仮想世界説が強まったのかもしれません。終わり。自分たちが存在するこの世はパラレルワールドだとか高次元の存在だとかそういう可能性が実際に学問である量子物理学的に考えられるという点についてはワクワクするところなんですがアルノ博士はこの世界よりもさらに高次元の世界があるという証拠を示しているわけなのでクロニクルモードでは高次元が存在する流れになるんだろうなぁと思います。稲妻11的にはパラレルワールドは存在が確定しているのであえてその証拠が二重スリット実験であるということはおそらくフェイたちが存在する世界は仮想世界であり稲妻11の世界は行為の何者かの手によって作られたという展開になるのかもしれません。観測することで世界が確定するつまり観測していない時は世界が決まっていないとするコペンハーゲン解釈が嫌いだったアインシュタインは言いました。君は空を見上げている時だけ月が存在していると信じるのか？あなたはどう思いますか？すごいオカルト番組のような一度やってみたかった締め。以上最後まで見ていただきありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価していただけるととっても嬉しいです。ではではまたねー。